この星に住むすべての人に、幸せになるチャンスを。ソニック界のダークヒーロー、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。彼は黒い体を持ったハリネズミで、ソニックのライバルとして生み出されました。見た目のかっこよさやクールな性格から、今ではすっかり、ソニックシリーズの大人気キャラクターになっています。胸元のモフモフもチャームポイントだぜ。このシャドウの人気は凄まじく、いくつかのゲームでは主役に抜擢されましたし、シャドウが登場するソニックの映画は、世界中で大ヒットを記録しています。一方で、シャドウはソニックシリーズの中では珍しく、これまでの人生が細かく描写されてるキャラクターです。しかもその人生は、思わず目を覆いたくなるような、辛い出来事の連続でした。人類によって生み出され、大切な人を失い、そして、記憶喪失に苦しむ。シャドウはなぜ、このような過酷な運命をたどることになったのか。今回は、ソニックシリーズの大人気キャラクター、シャドウ・ザ・ヘッジホッグの人生を徹底解説していこうと思います。シャドウの誕生から現在に至るまでを、一緒に見ていこうぜ。なおこの動画では、最新作のソニックシャドウジェネレーションズをはじめとした、これらのゲームのネタバレを含みますのでご注意ください。またこちらのゲームでは、プレイヤーの選択でストーリーが分岐していくのですが、今回は、私が一番自然だと思うストーリー展開をご紹介します。それでは早速行ってみよう。すべての始まりは、およそ50年前に遡ります。この時、世界で初めて、宇宙に浮かぶ研究施設が作られました。その研究施設の名は、アーク。アークは、地球をより良くするための研究を行う施設、として作られました。そして、このアークの建設を主導したのが、当時世界最高の頭脳を持っていた人物、ジェラルド・ロボトニック。後にシャドウを生み出すことになる科学者です。また、この見た目でピンとくるかと思いますが、彼はドクター・エッグマンのおじいさんでもあります。DNA 強すぎはロタ。あと自分の顔をやたら主張するのも、おじいさん譲りなんだな。ロボトニック家の伝統なのかもしれないですね。ですがこのジェラルドは、エッグマンとは違って、非常に善良な科学者でした。ジェラルドはアークで様々な研究を行いましたが、中でも力を入れていたのが、カオスエメラルドの研究です。この無限のパワーを利用できれば、一体どれほどのことが可能になるか。ジェラルドは、その可能性に大きな魅力を感じていたのです。ところが同時に、彼の頭を悩ませる、大きな問題もありました。それが、ガンと呼ばれる国防軍の存在です。当時ジェラルドは、このガンから多大な資金提供を受ける代わりに、兵器の開発を要求されていました。ですがジェラルドとしては、人を傷つける兵器の開発などもってのほか。ジェラルドは当時の大統領に、ガンの要求を抑えてほしいと直談判します。当時ジェラルドはそれなりの影響力を持っていたため、大統領はジェラルドの頼みを聞き入れました。しかしその代わりに、大統領はとんでもないことを要求してきます。不老不死の方法を見つけろ。不老不死など少子千万。自分の目的は、生命の営みをより良くすることであって、変えてしまうことではない。ジェラルドは大統領の要求を、きっぱりと断りました。聞けば聞くほどまともな科学者だな。本当にエッグマンの親族なのか。ジェラルドは本当に、善良な心と強い信念を持った、素晴らしい科学者でした。ですが、ある出来事がきっかけで、ジェラルドの運命は大きく変わっていきます。ある日、ジェラルドの元に衝撃の知らせが届きました。ジェラルドの孫であるマリアが、命に関わる難病に侵されているというのです。しかもその病気は、まだ治療法が見つかっていない、不治の病でした。しかし、宇宙のような低重力の環境でなら、病気の進行を遅らせることができるそう。そこでジェラルドは、マリアの両親、すなわち自分の息子夫婦の生死を振り切って、マリアをアークに乗船させます。そして、大統領から要求された、不老不死の研究を受け入れることにしました。不老不死の研究を進める中で、マリアを救う治療法を見つけようとしたんですね。こうして、後にシャドウを生むことになる不老不死の研究プロジェクトシャドウが発足したのです。愛するマリアのため、不老不死の研究を始めたジェラルド。ジェラルドはここでも、カオスエメラルドの力に着目します。研究のコンセプトは、エメラルドのエネルギーを抽出し、それを生物に適用するというもの。しかし、その研究は困難を極めました。カオスエメラルドのエネルギーを注がれた生物は、とてつもない速さで成長し、その結果、体の至るところで不具合が発生。すぐに、生命維持装置のようなものがないと生きられない状態になってしまうのです。この問題は、ジェラルドの天才的な頭脳をもってしても、太刀打ちすることはできませんでした。そんな時、ジェラルドの前に、ある人物が現れます。その人物の名は、ブラックブーム。50年に一度地球に接近する星、ブラック彗星に住むエイリアンです。ブラックブームはジェラルドに、恐ろしい交渉を持ちかけてきました。自分は、不老不死の力を持っている。もしお前が、我が地球侵略の手助けをするならば、この不老不死の細胞を研究に提供しよう。ブラックブームの要求は、大きく2つ。一つ目は、提供する細胞を使って、ブラックブームに忠実な生命体を作ること。そしてもう一つは、今から50年後、ブラック彗星が再び地球に接近した際に、7つのカオスエメラルドを全て提供すること。この取引に応じてしまえば、ブラックブームの地球侵略を手助けすることになる。
ですが、ブラックブームの細胞を手に入れる他に、プロジェクトシャドウの成功、そしてマリアの命を救う方法はありません。ジェラルドは、ブラックブームとの取引に応じることにしました。そして、ブラックブームの細胞を使って研究を進めると、これまでの課題がみるみる解決されていきます。そしてついにジェラルドは、カオスエメラルドのエネルギーを完璧に適用できる、人工生命体の開発に成功しました。その人工生命体こそ、後にソニックたちと出会い、何度も世界を救うことになる存在、シャドウ・ザ・ヘッジホッグです。来たー、シャドウの誕生だー。ついに研究が成功した。ですがこのままでは、50年後にブラックブームが再放し、地球が侵略されてしまいます。そこでジェラルドは、地球と人類の未来を、シャドウに託すことにしました。ブラックブームの細胞を持ったシャドウは、奴に対抗できる唯一の存在。ブラックブームには、自分に忠実な生命体を作るよう言われていましたが、ジェラルドには、シャドウを悪の道に進ませる気はありませんでした。またジェラルドは、いずれシャドウがブラックブームたちと戦う日に備えて、アークに巨大なレーザー砲も作り上げます。その名も、エクリプスキャノン。起動するとアークの花の部分が開き、そこからレーザーが発射されるという代物です。自分の顔で遊ぶな。シャドウが望もうが望むまいが、今から50年後に、彼はブラックブームと戦うことになる。その時のために、ジェラルドはシャドウに、できる限りのものを残してやりたいと思っていたのです。シャドウに戦う運命を背負わせてしまうことに、罪悪感を感じてたのかもな。そしてついに、シャドウが目覚める時がやってきます。目覚めたシャドウの体は、以前の実験体とは違い、極めて安定していました。また、あらかじめ色々な知識を組み込んでいたことで、目覚めたシャドウはすぐに、アークでの生活に適応します。加えてブラックブームの細胞によって、不老不死の力も有している。シャドウはまさに、完璧な人工生命体と呼ぶにふさわしい存在でした。そしてさらに、ジェラルドにとって嬉しい誤算が生じます。目覚めたシャドウが、マリアの良き友になってくれたのです。シャドウとマリアは、出会ってすぐに親しくなり、固い友情と信頼で結ばれるようになりました。二人はアークで共に学び、一緒に星を眺め、そして、夢を語ります。マリアは、早く地球に戻って、色々なものを見て学びたいとシャドウに話しました。しかしシャドウの方は、時が経つにつれて、自分の存在価値に思い悩むようになります。シャドウは、ある時、自分がどのように生まれたのかを知りました。エイリアンの細胞を使って生み出され、そして、マリアを治す特効薬になることを期待された存在。それが、自分であると。しかし、シャドウの力を利用しても、マリアの病気を治すことはできなかったのです。マリアを治せないなら、自分が生まれた意味などないのではないか。シャドウはそのような思いにとらわれ、苦しんでいたんですね。そんなシャドウに対してマリアは、私はシャドウやおじい様と一緒にいられるだけで、十分幸せ。シャドウが何者なのかはシャドウ次第。その答えはいつか必ず見つけられる、と声をかけました。マリアがいい子すぎて涙が止まらない。マリアと過ごしているうちにシャドウは、今の暮らしも悪くないかもしれない、と思えるようになっていきました。ところが、そんな二人の日常は、突然終わりを告げることになります。ある日、アークに保管されていた、ギゾイドという古代兵器が、突然暴れ出しました。そしてその影響で、他の実験サンプルも暴れ出し、結果的にアークの大半の設備が破壊されてしまいます。そして、この事故が連邦政府とガンの耳に入ったことで、彼らは最悪の決断を下すのです。プロジェクトシャドウは即刻中止。そして、プロジェクトの存在自体を抹消し、アークにいる危険生物を、すべて処分せよ。連邦政府とガンは、すぐにアークに軍隊を派遣します。そしてアークに乗り込んだ軍隊は、プロジェクトシャドウに関わるものを次々と処分していきました。実験サンプルはもちろんのこと、抵抗した研究員も処分されていきます。突然の出来事に、アークの中は大混乱です。そしてその混乱の最中、シャドウとマリアは、アークからの脱出を試みました。軍隊の追跡から必死に逃げ、脱出ポットを目指します。しかし、脱出ポットがある部屋にたどり着いたところで、二人は軍隊に追いつかれてしまいました。そして、悲劇が起こります。一人の兵士が放った弾丸が、なんと、マリアに命中してしまったのです。シャドウはすぐさまその兵士を倒し、マリアの元へ駆け寄ります。しかし次の瞬間、シャドウの目の前に透明な壁が現れました。それは、脱出ポットの壁。マリアが最後の力を振り絞り、脱出ポットのレバーを引いたのです。マリアはシャドウに、最後の言葉をかけます。あの星に住むすべての人たちに、幸せになるチャンスを与えてあげて。こうしてシャドウは、マリアという大切な存在を、失うことになったのです。シャドウ、こんなの辛すぎるだろ。一方で、マリアの死を知ったジェラルドは、あまりの悲しみと憎悪から、次第に狂っていきました。そしてついには、自分からマリアを奪った人類全てを憎むようになってしまいます。ジェラルドはアークを改造し、7つのカオスエメラルドが揃った時に、地球に激突するようプログラムしました。アークを地球にぶつけて、人類を滅ぼそうとしたのです。全ては、マリアを奪った人類に復讐するため。最後にジェラルドは、自分の代わりにこの復讐を成し遂げてもらうため、シャドウの記憶を操作します。そしてその後、ジェラルドは軍に逮捕され、銃殺刑に処されたのでした。時は進んで現代。
シャドウはアークから脱出した後ガンに捕まり、コールドスリープさせられていました。そこへ、ジェラルドの遺産を探しに、ドクター・エッグマンがやってきます。やっぱ顔そっくりだな。エッグマンが装置にカオスエメラルドをセットすると、ジェラルドの遺産が姿を現しました。そして中から現れたのは、コールドスリープから目覚めた、シャドウです。シャドウはエッグマンに、目覚めさせてくれたお礼に、何でも望みを叶えると伝えました。ですが、シャドウの本当の目的は、ジェラルドによって仕組まれた、人類滅亡計画を遂行すること。またジェラルドに記憶をいじられたシャドウは、マリアの最後の言葉も、間違った形で記憶してしまっていました。あの星に住むすべての人たちに、復讐を。エッグマンの望みは、もちろん世界征服。シャドウはエッグマンをアークに連れて行き、そこに設置された巨大レーザー砲、エクリプスキャノンを使って、世界征服をするよう提案しました。そしてエクリプスキャノンを起動するには、7つのカオスエメラルドを集める必要がある、とも伝えます。現在、シャドウとエッグマンが1つずつエメラルドを持っているので、残る5つを集めなければなりません。そんな時、2人の前に、ある人物が現れます。彼女の名は、ルージュ・ザ・バット。彼女はトレジャーハンター兼、大統領専属のエージェントです。ルージュは宝石の報酬と引き換えに、エッグマンとシャドウを探るよう大統領から依頼を受け、アークに潜入していました。ルージュはシャドウとエッグマンに、カオスエメラルドのありかに心当たりがあるから、私も同行させてほしいと頼みます。その証拠にルージュは、懐からカオスエメラルドを一つ取り出してみせました。シャドウとエッグマンは、ルージュに警戒心を抱きましたが、最終的にはルージュの提案を受け入れます。かくして、シャドウ、エッグマン、ルージュの3人は、すべてのカオスエメラルドを集めるべく動き始めました。シャドウたちはルージュの情報で、プリズンアイランドという島に、3つのカオスエメラルドが保管されていることを知ります。その島は、シャドウがガンによって、コールドスリープさせられていた場所でした。また、処刑前のジェラルドが幽閉されていた場所でもあります。3人はエメラルドを奪うべく、早速プリズンアイランドに侵入しました。途中でガンの兵器に襲われたり、ソニックたちと出会って戦闘になったりしましたが、それでもなんとかシャドウたちは、目的の3つのエメラルドを手に入れます。これで、計6つのエメラルドが揃いました。そして残る1つのエメラルドは、どうやらソニックの仲間である、テイルスが持っている様子。そうと知ったエッグマンは、早速地球に戻って、ソニックたちの行方を探しに行きます。するとなんと運がいいことに、ソニックたちもエッグマンを追っていました。一度はソニックたちを取り逃したものの、その後ソニックたちは、自分たちからアークにやってきます。そしてエッグマンは、アークにやってきたソニックたちを巧みに騙し、最後のカオスエメラルドを手に入れました。エッグマンがやたら冴えてる。何か悪いもんでも食べたか。これでようやく、世界征服が達成できる。エッグマンはエクリプスキャノンを動かそうと、最後のカオスエメラルドを、アークの装置に取り付けました。しかし、その結果動き出したのは、怒りに狂ったジェラルドが残した、人類滅亡計画。世界中のモニターに、突然ジェラルドの映像が流れ出します。その映像の中でジェラルドは、間もなくアークが地球に激突し、全人類が滅びるだろうと告げました。あまりに突然の出来事に、世界中が大パニックです。一方で、アークに残されたソニックたちは、ジェラルドが残した日記を見つけました。その中には、ジェラルドがシャドウを生み出したこと。ある日突然ガンが乗り込んできて、孫のマリアを失ったこと。そしてその怒りから、人類滅亡計画を仕組んだことが記されていました。このままではジェラルドの目論見通り、アークが地球に激突してしまう。ソニックたちは、エッグマン、ルージュと一時的に手を組み、皆で協力してアークを止めることにしました。アークの落下を止めるには、暴走しているカオスエメラルドを抑える必要がある。ソニックたちは、カオスエメラルドが置いてある、アークの中心部へと急ぎます。一方その頃、シャドウはただ一人、アークの窓から地球を眺めていました。あの星に住むすべての人たちに、復讐を。これでマリアの願いが叶う。そう思っていたところに、エミーが現れます。そして何を言うかと思えば、みんなを助けてほしいと頼んできました。これは自分が望んでやったことだ。助ける理由も意味もない。シャドウはエミーにそう返しましたが、エミーは、意味ならあると食い下がってきます。そして、シャドウにある言葉をかけました。あの星に住むすべての人たちに、チャンスを与えてあげて。その言葉を聞いたとき、シャドウは、マリアの本当の願いを思い出しました。あの星に住むすべての人たちに、幸せになるチャンスを与えてあげて。彼女の願いは復讐などではなく、人々を救うことだった。そのことを思い出したシャドウは、マリアの願いを叶えるべく、急いでアークの中心へと向かいます。シャドウが到着すると、ソニックとナックルズが、かつての実験サンプルである、バイオリザードと対峙していました。シャドウは、ここは自分が引き受けるとソニックたちに告げ、バイオリザードに立ち向かいます。そしてその間に、ソニックとナックルズが見事、カオスエメラルドの暴走を食い止めることに成功しました。しかしそれでも、なぜかアークの落下が止まりません。なんと、バイオリザードが宇宙にワープし、アークを直接引っ張っていたのです。アークの落下を止めるためには、誰かが宇宙に出て、バイオリザードを直接倒すしかない。もはや、これまでか。そう思われた時、ソニックとシャドウの周りに、7つのカオスエメラルドが集まってきました。そして、奇跡が起こります。ソニックとシャドウが、カオスエメラルドの力を得て、スーパー化を果たしたのです。
二人はそのまま宇宙に出て、バイオリザードとの最後の戦いに臨みます。ソニックとシャドウは、バイオリザードに何度も攻撃を加えますが、バイオリザードはなかなか倒れません。そんな中、シャドウの力が徐々に弱まってきました。カオスエメラルドの力に、シャドウの体が耐えきれなくなってきたのです。ですがシャドウは、マリアの願いを叶えるべく、攻撃の手を緩めませんでした。そしてついに、バイオリザードを撃退したソニックとシャドウ。しかしアークは、すでに大気圏近くまで接近しており、落下が止まらなくなっています。二人は、カオスコントロールでアークをワープさせようとしますが、シャドウの体はすでに限界。これ以上無茶をすると、命の保証はありません。それでもシャドウには、一切迷いはありませんでした。シャドウはソニックと共に、カオスコントロールを発動します。今だ、シャドウ！カオスコントロール！アークの落下は、ようやく止まりました。ジェラルドの計画は阻止され、人類は救われたのです。シャドウ。マリアの願いを、ちゃんと果たすことができたんだな。しかし、もはやシャドウに、みんなの元へ戻る力は残されていませんでした。すべての力を使い果たしたシャドウは、ゆっくりと地球に落ちていきます。あの星に住むすべての人たちに、幸せになるチャンスを与える。マリアの願いを叶えられたことに、心から安堵しながら。アークでの戦いから、幾日か経ったある日、エップマンがお宝を隠しているという情報を得たルージュは、エップマンの基地に潜入します。またルージュに侵入されてる。セコム入れた方がいいんじゃないか。基地に侵入したルージュは、中に保管されていた機械を動かします。すると中から、なんとシャドウが出てきました。シャドウはあの時、地球に落ちて死んだはず。想定外の事態に驚くルージュでしたが、それもつかの間。基地に封印されていたエップマンのロボット、オメガが目覚め、シャドウと戦闘を始めました。こんな狭いところで暴れるな。ルージュにたしなめられる二人。外ではいい子にしてなさい。ルージュが改めて、二人に話を聞くと、まずオメガは、自分を封印したエップマンを憎んでおり、復讐したがっている様子。そしてシャドウはなんと、過去の記憶を全て失っているようです。そこでルージュは、エップマンであれば、シャドウの記憶について何か知っているのではないか、と提案します。シャドウは、自身の記憶の手がかりを求めて、ルージュは、エップマンのお宝を手に入れるため、オメガは、エップマンに復讐するため、目的の一致した3人は、一時的にチームを結成し、エップマンを探しに行くことにしました。シャドウ、みんなと仲良くしなさい。くせ者揃いの3人ですが、彼らは各々超有能。シャドウたちはあっという間に、エップマンを見つけ出しました。エップマンを見つけ出したシャドウは、自分がどうしてあの基地で眠っていたのか。そして、どうすれば記憶を取り戻せるのか、エップマンに問いただしました。するとエップマンは、お前に取り戻す記憶などはないと、意味深なセリフを残して去っていきます。記憶がないとはどういうことか。シャドウはその意味を確かめるべく、再びエップマンを追いかけます。またまたすぐにエップマンを見つけ、彼を撃退するシャドウたち。ですがシャドウたちが倒したのは、エップマンの姿をした、ロボットでした。エップマンにしてやられてしまい、オメガは怒りをあらわにします。一方シャドウは、そばに転がっていた残骸から、目が離せなくなっていました。その残骸は、シャドウとうり二つのロボット。横たわる自分の姿と、取り戻す記憶などない、というエップマンの言葉。もしかして、自分の正体は。その後3人は、ついにエップマンを追い詰めました。そして襲ってきたエップマンを、見事返り討ちにします。エップマンを倒すことができて、ご満悦なオメガ。オメガ可愛い。その後ルージュは、お宝を求めてエップマンの基地に入ります。ですがそこには、お宝ではなく、大量のシャドウアンドロイドが眠っていました。これまで一緒に戦ってきたシャドウも、やはりアンドロイドなのか。あのロボットを見た時から、ルージュもその可能性については考えていました。目の前の光景を見て、疑惑が確信に変わった気がしたルージュ。ですが、そんなルージュの元にオメガがやってきて、コピーを作るには、オリジナルの存在が不可欠だ、と告げました。その言葉に希望を見出したルージュは、外に出てシャドウと合流。二人は他愛のない会話をしながら、その場を後にするのでした。それからしばらく経ったある日、シャドウは街の郊外に一人、佇んでいました。未だに記憶は戻りませんが、最近よく、ある光景が頭に浮かんできます。無機質な通路をかける自分と、一人の少女の姿。そして次の瞬間、その少女が銃で撃たれてしまいます。そしてその時シャドウは、マリア、と叫んでいました。この光景は何なのか。そして、自分がマリアと呼んだ少女は誰なのか。シャドウは一向に記憶が戻らないことに、苛立ちを覚えていました。すると次の瞬間、突如空が不気味な色に染まり、大量のモンスターが出現します。そしてシャドウの前に、ついに、ブラックドゥームが姿を現したのです。ジェラルドの時代から50年の時を経て、ブラック彗星が再び、地球に近づいてきたんですね。50年経ってもちっとも変わりませんね。ブラックドゥームは、間もなく約束の時が訪れる。我の元に全てのカオスエメラルドを集めるのだ、とシャドウに告げ、姿を消しました。
突然の出来事に驚くシャドウでしたが、何より気になったのは、目の前の人物が自分を知っていたこと。ついに、自分の記憶の手がかりを見つけた。シャドウはブラックブームに話を聞くために、彼の言葉に従って、カオスエメラルドを集め始めます。その道中、ソニックやブラックブームの熱烈なアプローチを受けながらも、着々とエメラルドを集めるシャドウ。やがてシャドウは、プリズンアイランドにたどり着きました。その場所を見て、シャドウの脳裏に、ある光景が浮かんできます。このプリズンアイランドは、シャドウが癌に捕まり、コールドスリープさせられていた場所。シャドウは、その時の光景を思い出したのです。シャドウはさらなる情報を求めて、プリズンアイランドの捜索を開始しました。そんな中シャドウは、ミツバチのチャーミーと出会います。どうやらチャーミーは、島に保管されている極秘ディスクを回収したいようです。シャドウはチャーミーの勢いに流され、ディスク回収を手伝うことになりました。なんだかんだで優しいシャドウ。これにはマリアもにっこりだぜ。チャーミーを手伝った後、シャドウは、アークに向かおうとしていたソニックに出会います。ブラックブームたちは、宇宙からやってきている。そのことを突き止めたソニックたちは、アークを拠点にして、奴らを迎え撃とうとしたのです。ソニックは、シャドウも一緒に行かないかと声をかけてきます。アークという言葉に引っかかったシャドウは、ソニックの誘いに乗ることにしました。シャドウがソニックたちの宇宙船に乗り込むと、なんとそこには、カオスエメラルドが保管されていました。わざわざカオスエメラルドを用意してくれるとは、なんと愚かな奴らなのだろう。そう思いながらシャドウは、カオスエメラルドを奪い取りました。すると次の瞬間、船内に大きな音が鳴り響きます。カオスエメラルドの保管庫が壊されたことで、警報器が作動したんですね。そしてこの警報を聞いて、シャドウの頭に、ある光景がフラッシュバックしました。自分がマリアと呼んでいた少女が、助けを求めてくる。そして、アークの中を、実験サンプルが暴れ回っています。そう、その光景は、すべての惨劇の引き金となった、実験サンプル暴走事故の光景でした。そして、何度も頭に浮かんだあの光景も、より鮮明にフラッシュバックしてきます。癌の凶弾に倒れるマリア。マリアを守れなかった自分。そして、マリアの最後の言葉。あの星に住むすべての人たちに、幸せになるチャンスを与えてあげて。シャドウは、すべてを思い出しました。シャドウは再びマリアの願いを叶えるため、ブラックブームたちの本拠地、ブラック彗星に乗り込みます。そしてその最深部で、ついにブラックブームと対峙。激しい戦いの末、見事ブラックブームを打ち破りました。そして同時に、シャドウは最後のカオスエメラルドも手に入れます。しかし次の瞬間、たった今倒したはずのブラックブームが、再び姿を現しました。今倒したブラックブームは、彼が作り出した幻影だったのです。そしてこのタイミングで、ソニックたちもシャドウの元へやってきました。ブラックブームはシャドウたちに、自らの目的を話し始めます。なんとブラックブームは、全人類を完全に支配し、ブラックブームたちに生命エネルギーを供給する、家畜にするというのです。そしてブラックブームは、驚くシャドウの隙をついてカオスエメラルドを奪い、カオスコントロールを発動。本拠地であるブラック彗星を、地球にワープさせました。ブラック彗星は50年に一度地球に接近しますが、決して地球と交わることはない星。その星を地球にワープさせるために、ブラックブームはカオスエメラルドを欲していたのです。そしてブラックブームは、ジェラルドとの関係も告白します。ジェラルドは研究のために、快く自分に協力し、その研究成果として生まれたのが、シャドウなのだと。自分は、そんなよこしまなやりとりによって生み出されたのか。記憶を取り戻して迷いが晴れたシャドウでしたが、ブラックブームの言葉に、強いショックを受けてしまいます。そんなシャドウに代わって、ブラックブームに挑もうとするソニックたち。ですが、なぜか急に、体が動かなくなってしまいます。ナッコ坊主。なんとブラック彗星から、神経を麻痺させる毒が放出されていたのです。ごめん、笑ってる場合じゃなかった。動けないソニックたちを尻目に、その場を後にするブラックブーム。ですが、ブラックブームの細胞から作られたシャドウだけは、この状況でも動くことができました。ブラックブームの告白を聞いたシャドウは、半ば自暴自棄となり、自らを、一切の過去を捨てた男と名乗ります。そして、ただ自分にとって目障りだという理由で、ブラックブームを倒すべく走り出しました。ブラックブームに追いついたシャドウですが、今度は彼の細胞を持っていることが災いし、体の自由を奪われてしまいます。ブラックブームの強大な力の前に、なすすべのないシャドウ。もはや、これまでか。その時、突然目の前に、ジェラルドの映像が流れ始めました。実はこの時、アークに潜入したチャーミーたちが、以前シャドウが回収を手伝った、極秘ディスクを再生したのです。ディスクの中身は、ジェラルドからシャドウに向けた、メッセージビデオでした。その中でジェラルドは、シャドウに本当の真実を語りかけます。自分は研究を成功させるために、ブラックブームと接触してしまった。しかし、ブラックブームに対抗するため、逆に奴の力を利用することにした。ブラックブームの細胞から生み出されたシャドウは、この世で唯一、ブラックブームに対抗できる存在。お前は人類の希望の光として生まれたのだ。この星の未来を、頼む。ついに明かされた、本当の真実。ジェラルドの思いを知ったシャドウは、今度こそ全ての迷いを断ち切り、ブラックブームの支配から逃れます。そして、最後にジェラルドの思いを果たし、今日こそ過去と決別する、と宣言。
それは、さっきのやけになって出た言葉とは違い、シャドウが自分の人生を歩み始めるための、力強い意思表示でした。そして、その言葉に呼応するかのように、7つのカオスエメラルドが集まってきます。シャドウはその力でスーパーシャドウに変身し、ブラックブームとの最終決戦に挑むのでした。ブラックブームは、すべての力を解放した姿、デビルブームとなって、シャドウに襲いかかってきます。ですが、シャドウも全く負けていません。強大な力を持つデビルブームと、互角の戦いを繰り広げます。麻痺から解放されたソニックたちも、シャドウに声援を送ります。そんな中、エッグマンから、さらなる真実が明かされました。シャドウにずっと、お前に記憶などないと言ってきたが、それらは全て作り話だ。おいマジかこいつ。以前アークでバイオリザードと戦った後、力尽きて地球へ落下したシャドウでしたが、実はその際、エッグマンが自分のロボットを向かわせ、シャドウを救助していたのです。ダメージによる後遺症で記憶こそ失っていましたが、お前はアンドロイドなどではなく、正真正銘、ジェラルドによって生み出されたシャドウなのだ。エッグマンはシャドウに、こう語りかけました。エッグマンの記憶がないってやつで、だいぶシャドウ振り回されてたけどな。なんで嘘ついたんだろう。気まぐれじゃないですかね。マジこのヒゲ。そして激闘の末、シャドウはついに、デビルブームを打ち倒します。ですが、これで終わりではありません。地球に現れたブラック彗星も、なんとかする必要があります。シャドウはまず、カオスコントロールを使って、ブラック彗星を宇宙空間に飛ばしました。そしてそのタイミングで、ジェラルドが用意していたレーザー砲、エクリプスキャノンが起動。キャノンから放たれたレーザーが、ブラック彗星を粉々に打ち砕きました。ブラックブームを倒し、地球を救ったシャドウは、アークの窓から地球を眺めていました。ジェラルドの思い、そしてマリアの願いが叶ったことを見届け、二人の写真を捨てるシャドウ。アディオス、シャドウザヘッジホッグ。それは、運命に翻弄されてきた一人の男が、ようやく前に進むことができた瞬間でした。こうしてシャドウは、長きにわたった因縁にけりをつけ、自分の人生を歩み始めたのです。シャドウはその後、ルージュと同じく、大統領専属エージェントとして活動し始めました。優れた能力を持つシャドウは、エージェントとしても超有能。どんな依頼も軽々こなし、ソニックたちと共に、再び世界を救うこともありました。再び世界を救うというパワーワード。そんなある日、シャドウはとある悪夢を見ました。かつてアークで経験した、実験サンプルの暴走事故や、ガンの襲撃。そして、その悪夢の中でシャドウは、ブラックブームの気配を感じ取ります。奴はあの時倒したはず。でももし、奴が復活していたら、嫌な胸騒ぎを覚えたシャドウは、真偽を確かめるべく、アークに向かいます。アークにたどり着いたシャドウは、そこで、ブラックブームの気配を感じ取りました。その気配を追って進んでいくと、ブラックブームが通信用に使っていた小型生物、ブームズアイに遭遇します。やはり、奴は生きていた。シャドウの悪い予感は、的中してしまいました。ブームズアイを見失ったシャドウは、再びアークを探索します。すると突然、シャドウはまばゆい光に飲み込まれました。この光は、タイムイーターという怪物が、時空を破壊したことによるものです。ちなみにこの時地球では、ソニックたちも、この時空破壊に巻き込まれていました。ソニックはこの時空破壊の影響で、過去の自分と対面することになるんだよな。一方でシャドウの方は、光が収まると、謎の白い空間に迷い込んでいました。その空間には様々なゲートがあり、中には以前シャドウが訪れた場所や、かつて戦った強敵たちの姿が。どうやら、時間と空間がめちゃくちゃになっているようです。ここは一体どこなんだ？シャドウは、この場所からの脱出を図るべく、ゲートを片っ端から攻略していきます。たまに脳筋になるよなシャドウさん。そんなシャドウの前に、ついにブラックブームが登場。我が不滅の軍団は蘇った。ブラックブームは、そうシャドウに語りかけます。シャドウはブラックブームに攻撃を仕掛けますが、ブラックブームは、シャドウの攻撃をいなしていきます。そして、お前はまだ準備ができていない。その時が来れば、全てを清算することになるだろう、と語り、そのまま姿を消してしまいました。お前何しに来たんだ？それっぽいこと言って去っていくのも、悪役の大事な仕事ですから。シャドウは、ブラックブームを再び倒すべく走り出します。シャドウが白い空間をかけていると、誰かがブラックブームの手下に襲われているのを見つけました。シャドウはすぐさま敵を倒して、襲われてた人を助け出します。次の瞬間、シャドウは言葉を失いました。その人は、かつて失ってしまったはずの大切な人、マリアだったのです。シャドウとマリアが再会した。マリアはシャドウに声をかけてきますが、あまりの衝撃に、シャドウは言葉が出てきません。そんな二人の元に、もう一人の人物が駆け寄ってきました。シャドウの生みの親とも言える人物、プロフェッサージェラルドです。病気を抱えながらも、明るく心優しいマリア。そして、怒りで狂ってしまう前の、善良な科学者であるジェラルド。もう二度と会えないはずの二人が、確かに、シャドウの前に存在していました。おそらくこの時空異常の影響で、二人と再会することになったのだろう。まだ頭が混乱していますが、シャドウはそのように予想しました。一方でジェラルドは、自分たちが時空異常に巻き込まれたことを、瞬時に理解します。
そして目の前のシャドウが、自分が普段接しているシャドウとは、別人だということも。さすが天才科学者だな。またジェラルドは、ブラックブームの目的も推察します。いや賢すぎん。ブラックブームは、シャドウの心を支配して、自分の最強兵器にするつもりなのではないか。もしくは、自分の細胞を宿したシャドウの体を、乗っ取ろうとしている可能性もある。そしてそのために、シャドウに試練を与えて、力をつけさせているのだろう。いずれにしても、ブラックブームは、シャドウを自分のものにすることを諦めていないようです。そんな3人の前に、ブラックブームが姿を現します。ブラックブームはシャドウに、お前はいずれ我のものとなる。せいぜい抗うがいいと告げ、姿を消しました。今日もお勤めご苦労様です。ブラックブームの言葉に、苛立ちを隠せないシャドウ。今度こそ、奴らを根絶やしにしてやる。シャドウは、怒りに任せてそう発します。そんなシャドウの様子を見て、たまらずマリアが駆け寄ってきました。シャドウ、ダメ。マリア。怒りに満ちたあなたを見ると心が痛むの。こんなのシャドウじゃない。なぜシャドウと名付けたかわかる？闇はただ暗いだけ、光も何もない。でも影は光が差す方向を教えてくれる。わかるでしょ？あなたには暗闇に染まってほしくないの。幸せになってほしいのよ。平和な光で心を満たしてほしいの。マリアの言葉で、シャドウは冷静さを取り戻しました。マリアが相変わらずいい子すぎる。そしてついに、ブラックブームと決着をつける時がやってきました。ブラックブームは、シャドウが十分強くなったと判断し、シャドウを自分の元に呼び寄せます。今度こそ、ブラックブームと決着をつける。そう決意したシャドウの元に、マリアが駆け寄ろうとします。大丈夫だ、マリア。もう、怒りに身を任せたりはしない。でも僕は戦う。君の願いを叶えるために、全ての人に幸せになるチャンスを与えるために。ここの演出最高すぎる。シャドウの笑顔は泣いちゃうよ。そしてついに、ブラックブーム本人と対面したシャドウ。さあ、今こそ我が手に。ブラックブームはデビルブームに変身し、シャドウを屈服させようと襲いかかってきます。シャドウの、最後の戦いが始まりました。シャドウはデビルブームの猛攻をかいくぐり、確実にダメージを与えていきます。対するデビルブームは、自らをさらに強化し、ネオデビルブームとなって襲いかかってきました。ネオデビルブームとシャドウの、激しい空中戦が繰り広げられます。そして、ついに決着の時。お前は我のものだ。僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。これは僕自身が選んだ道だ。これで終わらせる。はあ！我から生まれたお前が我を超越するというのか。シャドウ、お前は戦いを終えたシャドウは、マリアとジェラルドの元へ戻ります。ですがその時、この白い空間が、崩壊を始めました。どうやら、時空異常が回復しつつあるようです。そしてそれに伴い、マリアとジェラルドの姿も、消え始めます。わしらも、元の時間に戻るのじゃろう。ジェラルドはそう言いますが、この後二人に何が起こるか、シャドウは知っています。シャドウは二人を止めようとしますが、そんなシャドウに、マリアが声をかけました。カオスコントロールで時を止めて、それからシャドウ、いいの。この時の止まった世界に囚われたくない。それよりこっちのみんなを助けてあげて。君はこれから何が起こるか知らないんだ。きっとまた会えるわ。運命が私たちを引き裂いても、いつだって心の中に。マリア、待ってくれ。
こうして、シャドウはマリアとジェラルドに別れを告げ、元の世界へと戻ったのです。失った人に再会するという、奇跡とも呼べる体験をしたシャドウ。シャドウの心から、マリアとジェラルドが消えることは、これからもきっとないでしょう。ですがシャドウは、幾多の困難を乗り越える中で、過去にとらわれず前に進む強さを手に入れました。そんなシャドウは、これからどんな人生を歩んでいくのでしょうか。シャドウのこれからの活躍から、ますます目が離せませんね。以上、ソニック界のダークヒーロー、シャドウ・ザ・ヘッジホッグの人生解説でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。